こんにちは、OK ジャパニーズです。今日はアクセントについて話します。日本語のアクセント。まずですね、ちょっと会話を今しますね。これは、マッチングアプリ、デートに行った会話です。デートに行って、その次の日、会話をしているというものですね。女性と僕の会話です。はい。OK さん、昨日のカフェ楽しかったね。うん、いつかまた行こう。うん、楽しみ。はい、どうでしたか？これ OK さん、僕はどう思っていますか？昨日のデート。はい、これはですね、まあ普通だった。次また行かなくてもいいかな、また行くのかな、わからない、そういうふうな、気持ちだったんですね。はい。 OK さん、昨日カフェ楽しかったね。うん、いつかまた行こう。このいつかは未来ですね。いつかはわからないけど、いつかまた行こう。いつかですね。ある日、どこかのある日にまた行きましょうということだったんですね。で、もう一つ聞いてください。もう一つ違う会話です。これまた違う人とデートに行きました。新たなマッチングアプリの、デートですね。僕は何をしてるんでしょうか。探していますね。相手を探していますね。よし、行きましょう。OK さん、昨日カフェ楽しかったね。うん、いつかまた行こう。いつかまた行こう。ごめん、いつかは忙しいんだ。また今度ね。はい、どうでしたか？私はどう思いましたか？悲しいですね、これ。悲しい。あれ、行けないのかも。行きたいと思ってないな。さてはこの人、僕とまたカフェに行きたいと思っていないな。なぜでしょう。はい、僕はね、5日っていうのは5日、12345、5日また行こう。だから僕はその日に行こうって言ったんですね。でも彼女は、ごめん、5日は忙しいと。はいはい、ということで、つまりここにアクセントの違いがあるんですね。アクセントというのは単語の中の音の高さの違いです。単語の中だから、いつかはまっすぐですね。てってっていつか。でもいつかは最初が高くて下がりますね。いつかね。はい、だからアクセントはその高さの違いです。はい。で、文章の高低差、高さの違いはイントネーションなので、また別の話ですね。またいつかその話も、したいです。なのでそういう言葉が、日本語にはたくさんありますね。最近は短い動画でそういう動画もたくさんありますよね。なんかいつか神箸とかね、いろいろありますけど、大事なことはそれが日本語の勉強にとって重要かどうか、それを自分がすごく集中して覚える必要があるのかということをまず決めることが大事です。ね、もしそれがすごく好きで勉強したい、それは勉強した方がいい。だけど目標が、日本語を聞き取れるようになりたいなのか、喋れるようになりたいなのか、正確に正しく喋れるようになりたい、ネイティブのように喋れるようになりたい、その自分がどれなのかまず考えますね。で、もし自分が聞き取れるようになりたいっていう場合は、こういう方法があります。まず、このアクセントの違う言葉で、違う言葉が話されますね。その時に違うことで勘違いをしてしまう。
その人の伝えたいことが変わってしまう。その場合はそのアクセントの違いを覚えた方がいいです。つまりさっきやった5日と5日ですね。この違いは大事です。なぜなら、伝えたいことが変わるからね。いつか行こう、いつか行こう、ね、僕の伝えたいことが変わりますよね。はい。だからそういった言葉は覚えた方がいい。うん。はい。だけどそうじゃない言葉もあります。アクセントが違う。例えば紙と神ね、紙はペーパーで神はゴッドだとしますね。じゃあそれを使った文章、例えば紙に出会った、ね、この紙に書く紙に出会った、それと神に出会った、神に出会った、私は神に出会ったね、神に出会った。これ聞いた時にあなたが「か」と「み」を聞き取れました。でも高さはどっちかわからない。でも出会ったってありますね。だからコンテクストがありますね。だったらもう分かりますね。どっちがどういう意味なのか。こっちの神なのか、ゴッドの神なのか、書く紙なのか、ペーパーの紙なのか分かります。そういうものは覚えなくても大丈夫。なぜなら自分で判断ができる。自分で聞けば分かるからですね。はい。だからそういうところはインターネットを見るとたくさんそういうねリストはありますので、アクセントの違いとかね、でそれを見てこれか、これは別に今の自分には覚える必要がないな、よしもっと違うことをやろう、もっと日本語を聞こう、もっとねリスニングしようとかね、自分のやりたいことに時間を使いましょう。はい、そういうことです。もうちょっと例文を言っておきますね。そしたら覚える道具が増えるからね。あなたの頭に覚えやすいように。じゃあ日にちの方、5の方ね、5日に会いましょうの方、例えば宿題は5日に出してください。宿題は5日に出しなさいね、5日に出しなさいね、この日付が決まっていますから、それまでにやらないと。もうこのさ、論文5日までに出すんだって、早くない？早すぎない？あの先生ちょっと大丈夫かな、時間の感覚がちょっとねどうなのとかねはい、それはね、次5日前に映画に行きました。5日前、前はね5日前に映画を見に行きました。僕はお休みだったから5日前に映画を見に行きました。何の映画だったっけな。スタジオジブリの風立ちぬです。風立ちぬね。あの映画僕好きなんですよね。なんかあの時代のさ、昔の時代の何とも言えない空気、あの空気感が好きなんですよね。はい、とかね。じゃあいつか、未来の方、いつか会いましょう、またいつか会いましょう。はい、いつか休みを取りたいです。今はすごく忙しい。で、家のこともやらなきゃいけないし、子供も育てなきゃいけない。僕もゲームをやらなきゃいけない。学校もあるし、宿題もたくさんあるし、しかも最近付き合い始めたまさこちゃん、かわいいまさこちゃん、会いたいな。だから忙しい。まさこちゃんといろいろしなきゃいけないんだ。だから今は忙しいけど、いつか休みを取りたい、そう思っています。とかですね。はい、そんな感じでございました。アクセントについてね。ちょっと今日頭を使うエピソードだったですね。
これはリスニングね、聞くっていうことに関しても関係があることですからね、アクセントは。うん。聞いて理解するときに分からなくならないようなことですね。でプラス話すとき、スピーキングにも役に立ってくることですね。だから自分で話すときは結構そうですね、これは覚えていくのもいいかなとは思います。うん。すごくナチュラルに絶対に伝わるような日本語を話したい、そういう人はもうちょっと深くここを覚えていくのもいいと思います。うん。でね、僕もですね、英語を勉強するときは昔はもう本当に完璧なネイティブのような英語を話したいと思ってもうそればっかりやってました。本当にね、シャドーイングもやったし、僕はイギリス英語にものすごくハマっていた。心がそのイギリス英語のことを考えていたんですね。なぜなら僕は音楽が大好きで、イギリスの音楽、ビートルズだとかどんどんね始まって、いろんなイギリスの音楽が大好きだったから、最初はイギリス英語を聞くんだって決めて、ラジオもイギリス英語、ポッドキャストもイギリス英語、スマホの設定もイギリス英語にしていました。うん。だからもしあなたが日本語、みんなが話す日本語、標準語とは言われますけどが学びたいならね、それに集中するのもいいし、もし関西弁ね、関西のアクセントが好きだったらそれを覚えてみるのもいいと思います。うん。で僕の友達も、彼はイギリス人だけど関西に住んでねいて関西弁で話してましたね。うん、それはとってもね、個性があって、いいと思います。だからそのアクセントとかもこの短い動画だとですね、それが何のアクセントなのか書いてないことが多いですね。関西のアクセントなのか標準語のアクセントなのかね。で短いとそういうことを書く時間がやっぱないんですよ。説明ができない。短いからね、すごく短い間に全てのことを言うことはできない。だから一部だけが出てきて、ドーンって出てきて、一部出てきた、あ、また日本語のこんなルールがあったの、こんなルールもあんの、これ言っちゃダメなの、あれ言っちゃダメなの、どうしたらいいんだろう、っていうふうになるけど、それを忘れないでくださいね。ショートの動画は短くて伝えることがほんのちょっとしか伝わらない。だから大事な、これはもっと本当はこういうことなんだ、こういう話の流れがあってこうなんだっていうのがないから、それは忘れないで、全部それが正しいんだって思わずに、この人も短い時間なんだね、 OKOK、 うん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 、はいじゃあじゃあこれ調べてみるか、そういうことか、これは関西弁のアクセントね、標準語のアクセントね、とか、だから雨雨雨とかね、橋橋橋は3種類も意味あるし、関西弁だとまたその意味も変わってくると、そういうのありますから、そんなに考えすぎないで、もっとリラックスしてナチュラルな自然な日本語をこう聞いていくといいと思います。はい。そうなんですね。髪の毛が今ペコーンって跳ねちゃいました。髪の毛が跳ねる、跳ね上がる、髪の毛が上に上がっていました。はい、ですね、今日も、ポッドキャストはこんな感じで話しましたけど、ですね、皆さんペイトリオンでサポートしてくれて本当にありがとうございます。
本当にこのチャンネルを続ける力になりますね。やっぱり時間はかかるからね。でも皆さんがこう聞ける楽しいコンテンツをね、楽しいポッドキャストを作っていくのでね。はい、また次回お会いしましょう。さよなら。